ハローハロー、クルーズ客船で働くエリです。今羽田空港第3ターミナルで飛行機を待っているところです。なんでこんなに支えているかと言いますと、あまりにも人がいなすぎて、普通のトーンで話すだけでもすごく響くんですよ。なのでちょっとマイクをねつけて、ささやくように話してます。じゃないと本当に響きます。わかります？おはよ響いてないかとりあえずそんな状況です。でまず羽田空港行って全然人がなくて、インフォメーションカウンターのお姉さんにね、ブリティッシュエアワーズへのチェックインどこですかって聞いたら、K ですねとか言って、あれでも空いてるのかなみたいな、なんかもうそろそろ開くはずです、空いてる時間のはずなんですけどみたいな、それぐらい人がいなくて人の動きがないっていう感じですね。で電光掲示板を見たら13時15分発の飛行機が私のフライトなんですけれども、それ以前のフライトはもう飛び立っているか全てキャンセルで、それ以降のフライトは全てキャンセルになってるんですね。電光掲示板に映る限りのフライトは全部キャンセルになってました。ということはですよ、今空港にいるのは13時15分発の飛行機に乗る人、もしくは働いてる人たちのみですね。だからすれ違うお客さんがいたらみんなね同じ飛行機に乗るんだと思ってます。で羽田空港の状況としては、チェックイン入る前ですねはお店がもうほとんど閉まってて、多分3分の2ぐらいかな閉まってましたね。お土産屋さんも1個とか2個で、レストランもラーメン屋さんはやってたけど食べたかったツルトンタンは閉まってたりしました。残念で、中に入ったらグッチとかそういうフェラガモとかね、高級系のお店は全部閉まってて、なぜかシャネルだけ開いてましたね。あとはデューティーフリーも開いてるところと開いてないところがあって、あとエスカレーターが、1箇所しか開いてなかったです。空港の外、お土産屋さんに上がるところね、第3ターミナルエレベーターはね普通に使えます。とにかくね状況としては全然人がいませんよっていう感じですね。というわけで、今ねなんかあんまりにも人がいなすぎてちょっと不安になってきたので、ボーディングのところに行って様子と見てみたいと思います。マスクしなきゃ。というわけで残りの旅もお楽しみください。搭乗の時の様子ですね。これは羽田からイギリスのヒースロー行きのフライトです。混雑しないように27から32列、33列から38列目というようにグループに分けて搭乗しました。飛行機の入り口ではハンドサニタイザーと除菌できるウェットティッシュの入った透明の袋が配られました。ウェットティッシュは手すりや画面などを除菌するため、ハンドサニタイザーは食事の時用ですね。透明の袋は口が絞れるようになっていて、使用したウェットティッシュなどを入れるようにと機内アナウンスで言っていました。このフライトはとても空いていて、1人3シート丸々使うことができました。飛行中は食事の時以外は常にマスクをするようにとアナウンスがありました。実際にクルーがシートベルトの見回りをする際などに、マスクをしてくださいねと乗客に何回か声をかけていました。マスク以外に変わったことといえば、パブリックヘルスパッセンジャーロケーターというオンラインフォームの入力でした。これはアライバルカードの代わりとなるもので、イギリスに入国する人はもちろんのこと、乗り換えの人も含め、すべての乗客が必ずイギリス到着前に入力しなければいけません。イギリス・ロンドン・ヒースローに到着する時の映像です。搭乗の時と同様に降りる時も機内アナウンスに従って順番に降りました。イギリスに到着です。降りるところですね。サインには黄色が到着、荷物受け取りで、紫が乗り換えとあり、途中までねそれに従って歩いてたんですけれども、気づいたらね、なんと黄色の方のアライバル到着ロビーにいました。本当に不思議でございます。いつ間違ったんでしょうか。というわけでもう戻れないので、一回外に出て、到着ロビーに行きました。午後4時ぐらいのヒースロー空港出発ロビーの様子です。羽田空港と打って変わってかなりね活気がありました。もう搭乗券は持っていたので、そのままセキュリティに行って大丈夫だよと言われたので、その通りにしました。
セキュリティチェックをもう一度受けなければなりませんでしたが、スムーズに中に入れました。これがセキュリティチェックポイントの後の映像です。羽田空港もそうでしたが、ソーシャルディスタンスが保てるようにいくつかの座席はブロックされていました。左側がセキュリティチェックポイントで、右側がお店になっています。お店はポールで入り口と出口を分けており、一方向に進むように床にシールが貼ってあり、お客さんが交差しないように工夫されていました。羽田空港と同じようにお店はもうね、こういう感じでほとんど閉まっていました。もうレストランとかも全部閉まっていて、テイクアウェイできるカフェだけ開いてましたね。でもこういうデューティーフリーショップとかはもう全部閉まっていました。ここのね、なんとスターバックスも閉まってるんですよね。残念でございます。唯一空港で開いてるカフェは長蛇の列ができてて、並びたいけど並びたくない、食べたいような食べたくないような、ヒースローの空港はとっても混雑していました。この日はちょうどイギリスのロックダウンが始まる日だったので、急遽国外へ出る人が増えたのかなと思っています。で、これはね、ヒースローからサンパウロに行くフライトの搭乗口の様子です。羽田からヒースローまでが空いていて、オンラインで座席を選んだ時も空席ばっかりだったのでね、このフライトは3種類使って寝ようかなと思って、意気込んでたんですが、この時点でもうダメだと絶望しましたよね。私は不思議でなりませんでしたよ。クルーズ客船は人数制限してね、運航して、でさらに最低2回は PCR テストもあるのに、飛行機は人数制限しないんですよ。納得いかないですね。Obrigatória. Em frente ao nosso balcão no chão, alguns itens fora do padrão, como carrinhos de bebê, taxis, caixas e outros itens. Obrigada. はい、荷物を受け取って外に出るところ、ここ見てください。もうすごい混んでるし、なんかね、荷物も引っ越してきたんかぐらいみんな持ってるんですよね。びっくりしました。はい、到着して私の婚約者に出会いました。ブラジルのね、感染者数もね、すごいですからね、なんでこいつこんな時期にブラジル行くんだって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、婚約者がブラジル人なんですよね。というわけで、これから半年ぐらいかけてブラジル各地を巡って、ブラジルの素晴らしいところもご紹介していきます。今まで通りクルーズの豆知識などもご紹介していきますので、クルーズ&トラベルで両方を楽しんでいただければなと思います。で、前のビデオでもね、ご案内していた通り、11月クルーズを予定していたんですが、なんとキャンセルになって12月になってしまいました。ただね、12月、まだ希望を持っておりますので、12月乗れたら、そちらのご紹介もしていきます。なので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録といいねもお願いします。というわけで、最後まで見てくださってありがとうございます。チャオ。